ぶっちゃけ事前の準備ゼロでここに来たら 100% 積みます。こんにちは、ちーぼーです。今回は誰もが本当の姿を知りたいウイグル自治区に2026年のゴールデンウィーク、女子一人で旅して分かった最新のリアルなサバイバル術を徹底解説します。どこよりも最新のリアルな情報を凝縮しました。これを知らないと現地で一歩も動けないかも。このチャンネルでは身軽でチープな海外女子一人旅や国内のディープスポット巡り、パッキング術など旅行にまつわる情報を発信しています。ウイグルの Vlog もアップしてますので、チャンネル登録とグッドボタンを押してこの先も楽しんでご覧ください。まずは今この動画を見ている全ての方が気になるであろうウイグルの治安についてです。膨大な監視カメラとか警察の前で撮影したら即没収なんて話を皆さんも耳にしたことがあるかと思います。私自身もウイグルの旅行に行くまでは正直結構ビビってました。結論としてはカメラを持って観光できました。体感としては他の国を旅するのと同じ感覚でカメラを持って撮影しながら旅を楽しむことができました。警察の前でカメラを出していても声をかけられたりデータを確認されたり没収されることもなし、むしろ警察の目の前で撮影をしてしまってビビっていたら信号変わったぞって声をかけてくれるくらい気さくでフレンドリーでした。結構ビビってたから正直この辺は拍子抜けでした。ただ現地の人を守るためにも私たちが絶対にやってはいけないタブーが存在します。それは現地の人に政治的な話をしたり、また政治的な話をさせることです。ウイグルは観光客が観光する分にはとても平和で楽しい街ですが、現地に住んでいる方というのは私たちが思う以上にデリケートな部分があります。人によってはもしかすると話してくれる場面とか話してくれるケースがあるかもしれませんが、現地の人に対するリスペクトを持って接すること、これがこの旅の大前提です。ただ先ほども言ったように街中には多くの警察官が警備に当たっているんですけど、そのせいか治安はいいなと思いました。実際に街中で危ない目に遭うこともなかったですし、スリやひったくりの被害に遭うこともありませんでした。こうして実際に行ってみると、イメージでは街中を歩くだけでもすごい怖いと思っていたウイグルの街が実はとても観光しやすい場所だったというギャップに出会いました。さあ続いてはウイグルへの入り口、旅の第一関門である入国審査です。実は現在中国は30日以内の観光であれば日本人はビザなしで入国できちゃいます。これめちゃくちゃありがたいですよね。ただしそこで安心したらアウトです。中国では2025年11月より事前のオンライン入国カードの申請が必須になりました。こちらの申請自体は指示に従って必要事項を入力するだけなので簡単なんですが、ルールがややこしいんです。こちらはまだ運用が開始されたばかりのため、今後運用方法が変わる可能性が十分あります。私がお伝えすることはあくまで2026年5月時点の情報になることを頭に入れた上で参考程度に聞いてもらえると嬉しいです。こちらのオンライン入国カードは申請をすると QR コードを発行してもらえて、それを現地の空港で見せるというものなんですが、 QR コードには有効期限なるものがあるようで、公式のルールでは到着の24時間以内の有効期限のものが有効だそうです。ただネット上では 2,3 日前に申請した QR コードもいけたという声も多く、実際私は到着日の5日前に申請した QR コードで入国しました。私の入国したウルムチ空港では QR コードを機械にかざすのではなく、立っている空港スタッフが目視で確認するだけだったので結構緩かったのかなという感覚です。この運用方法は今後変わっていくこともあるかもしれないので注意が必要です。そして入国の際にもう一つ気をつけてほしいのがモバイルバッテリーの制限です。近年飛行機でのモバイルバッテリーの取り扱いは厳しくなっていますが、中国にはさらに中国独自のルールがあるんです。それは 3C 認証のない充電器は没収です。こちらは現時点では国内線のみの適用になっているそうですが、中国独自の規格である 3C 認証のないモバイルバッテリーは持ち込みが禁止されています。ちなみに日本で販売されている充電器はほぼ全てこの 3C 認証のないものとなります。すなわち私たちが普段使っている充電器はほぼ全てが中国には持っていけません。私は今回成田から香港経由でウルムチに入国しました。この路線がなんか国際線扱いになるらしいんですね。なので私は今回没収の難は免れたんですけど、
ただし中国でいろんな都市を周遊してからウイグルに向かう人や国内線を利用するという方は注意が必要です。現地で 3C 認証のモバイルバッテリーを調達することもできますし、ウイグルでは街中で充電器のレンタルサービスがめちゃくちゃ普及しているので、旅人のスマホ事情にもとっても優しくて便利だなぁと思いました。航空会社のモバイルバッテリーのルールというのは日々変更されているので、旅行に行かれる際は必ず最新の情報をチェックしてみてください。続いては中国旅行というと切っても切り離せない、そうネット環境です。中国国内はご存知の通りネットの規制がとても厳しいので、 LINE や Google を使うには VPN という仕組みが必須です。私は VPN 搭載の eSIM 持っとけば楽勝でしょうと思って eSIM を用意していったんですけど、これがウイグルの先例でした。eSIM を使った結果、接続が驚くほど弱かったんです。ネットがつながらないとどうなるか。今の中国は超キャッシュレス社会です。電車の改札を通るのも屋台で買い物をするのも全てアプリ決済。ネット激弱のせいで中国の決済アプリ WeChat が使えなくて買い物を諦めたり、楽しみにしていた現地からの YouTube ライブも強制中止せざるを得ない事態に。中でも夜行列車に乗った際、逆方面に乗り間違えたのではないかとパニックな時、翻訳アプリを使えなかったのは本当に心臓が悪かったです。言葉も通じない、ネットもつながらない、お金も払えない、あの夜行列車の絶望感は今思い出しても胃が痛くなります。結論、ウイグルを生き抜くための個人的なおすすめは eSIM ではなく現地の物理 SIM カードと信頼できる有料 VPN の組み合わせ一択です。続いてはウイグルの旅行ではほとんどの皆さんが利用するであろう列車についてです。ウイグル内の移動も一筋縄ではいきません。ウイグル自治区はとにかく広いです。移動には寝台列車を使うのがバックパッカーの王道ですが、人気路線は販売開始とともに即完売なんてこともあるそうです。ここで私が使ったのはトリップドットコムの事前予約代行です。これは利用日の15日前から予約ができる事前予約サービスで、旅行者にとってとっても便利なサービスです。ですがこれは予約を確約するものではないというのが最大の罠。要するにチケット自体を予約しているのではなく、代行の予約をしてるって感じなんです。もし希望日時のチケットが取れなかったら、当日までひたすらキャンセルのシートを待つというギャンブル状態になります。ちなみに私は寝台列車を2回利用して、どちらも予約開始日にシートを確保できましたが、当日の車内は混み合っていたので、なるべく早い段階で予約することをお勧めします。ちなみにトルファンからウルムチのような比較的短い区間は本数も多くて、当日乗る数時間前でのトリップドットコムからの予約でチケットを購入できましたが、当然のように安い座席は全て完売。結局少し高い寝台のチケットを買うことにしました。予算ギリギリのバックパッカーの方は移動スケジュールだけは最速で確保していくのが安全です。政治や治安の厳しさについつい目が行きがちなウイグルですが、バックパッカーをリアルに苦しめる大ボスは実は大自然の環境です。まず空気がだいぶ汚染されているのと、砂漠が近いので砂ぼこりまみれです。油断してマスクなしで観光していたらやっぱり途中で喉が痛くなったりしました。そんな時に私を救ってくれたのが龍角散のタブレットです。これは旅行中に持ち歩いてたんですけど、喉がちょっとイガイガしちゃったなとか、砂ぼこりでちょっと痛いなっていう時、すごく喉がすっきりリフレッシュするので、喉飴やタブレットなどを持っていくと便利かなと思います。ウイグルを旅するならマスクと龍角散をぜひカバンの中に入れてってください。さらにウイグル自治区内を旅行するときは、ウイグルの中でも温度差が半端ないぐらいえぐいです。私が旅した5月の気候ですが、ウイグルやカシュガルなどは日本と同じ春っていう感じで、でもちょっと乾燥しているので本当にカラッとしてて過ごしやすい春という感じの気候です。でもひとたび足を伸ばしてみると、そこからは本当に気温や気候が一気に変わります。火炎山で有名なトルファンは現地の方も暑い暑いっていう通り、歩いているだけで汗ばむぐらい、日差しも強く気温も高かったです。かと思えばカシュガル国境付近の山岳地帯に行くと、もう防寒着なしでは1分も耐えられないぐらい寒かったです。バックパック一つで移動する身軽なミニマリストにとって、この極端な温度差は最悪の天敵です。そこで私が生み出した最強のサバイバルレイヤリングはこちら。街中ではユニクロのエアリズム T シャツを基本に、肌寒い時はその上にウィンドウパーカー、さらに極寒地帯ではカバンからユニクロのウルトラライトダウンを召喚。念には念をで山用の機能性長袖インナーを持てばこれで安心。重いコートはいりません。
機能性インナーとライトダウンの組み合わせがあれば、バックパックの軽さを保ったままウイグルの酷暑から極寒まで全て対応可能です。ここからは女子一人旅の試練の連続です。今まで世界中のいろんな国を旅してきましたが、私の中ではトップレベルで英語が通じない国でした。街中の食堂だったり駅でもスープとかスイートとか聞いても、それでもね、そんな簡単な単語でも通じなかったです。現地ではみんな中国語が中心です。特に若い方というのは学校で中国語を徹底的に勉強しているので、中国語がとても堪能です。なので現地の方に喋りかけるときは翻訳アプリで中国語で翻訳をするのが一番手っ取り早いです。逆にウイグル語を話す大人の方には、私はたまにウイグル語でコミュニケーションをとっていました。ウイグルはトゥルク系の民族で、このトゥルク系というのは近隣のカザフスタン、ウズベキスタン、キルギスタンなど中央アジアと呼ばれるエリアにも広く分布しています。そのためこのエリアの国というのは微妙に言語が似てるんです。なので旅先の言葉でコミュニケーションを取りたいと思うあなたのために、旅行で使える簡単なウイグル語を3つ紹介します。まず1つ目は万能な挨拶、アッサラームアライクムです。こちらは厳密に言うとウイグル語ではなくイスラム圏の言葉になるんですけど、時間を問わず使える万能な挨拶になります。この言葉を覚えておくと、世界中のイスラム圏の国でこの挨拶が使えるので、覚えておいて損はないです。2つ目はラフマート。これはありがとうという意味です。旅先で使う鉄板ワードなので、ぜひ覚えてみてください。3つ目はヤフシムシス。こちらはこんにちはという意味のウイグル語です。ちなみにこれは私の経験談になるんですけど、マイナーな言語の国であればマイナーな言語の国であるほど、その土地の言葉を使うと現地の人の喜び方っていうのは比例的に上がります。ちょっと簡単な言葉を 2,3 覚えていくだけでも、現地の人の素敵な笑顔が見れたり、いい旅の思い出になるんじゃないかなと思います。そして世の女性バックパッカーの方、お待たせしました。トイレ事情です。ついにね、このウイグルで私も体験したんですよ。伝説の仕切りのないトイレです。基本的にはお手洗いというのは和式ですし、日本のような清潔度合いというのは期待できません。扉を開けた瞬間に物があるっていうことが、何度もありました。ウイグルのカシュガルでツアーに参加した時に立ち寄ったトイレでは、そもそも仕切りがなかったんです。隣の人と顔を見合わせながら用を足す、あの独特のカルチャーショックは一生忘れられません。さらにトイレの鍵が壊れていることなんて日常茶飯事ですし、トイレットペーパーなんかもそもそも設置されていません。過酷な環境、通じない言語、仕切りのないトイレ、いろいろと皆さんの不安を煽るようなことばかり言いましたが、ウイグルの最高のご褒美を忘れてはいけません。それはウイグル飯のクオリティです。現地での食事は基本的には中央アジア系のウイグル料理と中華料理、この2択になります。ラム肉の旨味がガツンと染み込んだ中央アジア風炊き込みご飯のポロ、注文が入ってから目の前で生地を引っ張って作るコシの強い手打ち麺にトマト風味の具材をかけたラグマン、そして顔の大きさほどもある焼きたてのナンに炭火でジューシーに焼き上げられた羊肉の串焼きシャシリク。ウイグルに行くときはぜひこの料理を楽しんでほしいです。またウイグルでよく見たダーバンジーは鶏肉と野菜を唐辛子やスパイスで炒めた大皿料理。一人旅用に少量で頼めるお店もあるので、ぜひトライしてほしいところです。どれも悪魔的な美味しさですが、バックパッカーの方に注意してほしい点が一つ。全体的に油がかなり多めです。さらに中華料理も含めて唐辛子が大量に使われているので、辛いのが苦手な人は注文時に辛さを控えてもらったり、辛いタレなどをかけないようにお願いするのをおすすめします。ウルムチやカシュガルのバザールには屋台飯を楽しめますが、お腹を壊しやすいなという方は日本の胃腸薬を持っていくのがおすすめです。続いては皆さんも気になるお土産事情です。もし綺麗な状態のお土産を日本に持って帰りたいという方は、絶対にウルムチで買っていくのがおすすめです。カシュガルやトルファンまで行くとレトロな街並みの雰囲気は最高なんですけど、商品が砂ぼこりをかぶっていたり、マグネットなんかちょっと欠けていたりっていうことが結構ありました。ウルムチの巨大なバザールや現地のスーパーに行くと、ナンの形をした可愛いクッキーやおしゃれなパッケージのお菓子というのがたくさん売られていました。私はスーパーの量り売りコーナーにあるラクダの絵柄が描かれたアーモンドミルク飴、あとは現地のスーパーでダーバンジーの素を買いました。こういった麺料理の素なんかを買ったりしました。ぜひ皆さんも素敵なお土産を日本に持って帰ってきてくださいね。すいません、1個追加です。国境付近とかそういったエリアに行く方、実は中国政府に発行してもらう国境警備証みたいな名前の書類が必要になります。
で、私はカラクリ湖っていう湖の方に行ったりした時に発行しました。で、これがですねちょっと厄介なのが、中国で住んでる方とかはバザールの中のちょっとした施設でスマホで申請すれば発行されるみたいな感じらしいんですけど、観光客の方とか旅行客っていうのはそこでできないらしいんですね。下調べをせずに行ってしまったっていうのもあったんですけど、そこでだいぶ時間がかかって手こずりました。これはカシュガルで許可証を発行したいという方限定になるんですけれども、カシュガルのアパクホージャっていう場所があるんですね。そこに隣接するちっちゃい木の小屋みたいなところで、そこで外国人専用の許可証の発行ができるようになっています。これは私の Vlog の方でも説明しようと思ってますので、詳しくはこちらの動画を見ていただければと思うんですが、申請自体は簡単で、パスポートを渡すぐらいで簡単に申請してもらえたと思います。受付に行ってその許可証をもらうまでというのは本当5分もかからないぐらいだったので、特に難しいことや事前に日本から用意しなきゃいけない書類とかっていうものはないです。なのでこの点だけは気をつけてください。許可証を発行してくれる施設というのも時間で閉めたりしてしまうので、時間に余裕を持って確実に発行してもらいたいなと思ってます。せっかくウイグルに行くなら奥深く楽しんでいただければと思いますので、その許可証の発行は忘れないでください。いかがだったでしょう。ネットにあふれるウイグルにまつわる恐ろしいキーワードたち。確かに街中に配置された警察の数や検問の厳しさなどは日本とは比べ物にならないぐらい緊張感があります。でも現地の人に対するリスペクトを持って一歩足を踏み入れてみるとどうでしょう。他の国と同じような感覚で自由に観光することができました。今この動画を見ていただいている方もウイグルのリアルな状況だったり、ウイグルの旅行を考えている、でも不安だなという方が多いと思います。私は自分の足で歩いて自分の目で見て現地のリアルを自分の肌で体感する。これだから私の一人旅はやめられません。今悩んでるそこのあなたもネットの常識を飛び越えて自分だけのリアルな世界を見に行ってみませんか？今回の動画があなたの旅の一歩を後押しできたら嬉しいです。面白いと思ってくれた方はチャンネル登録や高評価、そしてコメントであなたの旅の感想などを教えてください。実際のウイグル旅行の Vlog もアップしてますので、ぜひこちらも参考にしてみてください。それではまた次の旅でお会いしましょう。ちーぼーでした。バイバーイ。